ゴック星人たち。ある日、ノートンの仮想ソファーに座っていると次第に空腹を感じ始めました。お腹が空いてきました。ところであなたたちは普段どんなものを食べるのですかと尋ねると、ノートンが答えました。ああ、忘れていましたね。地球人の食事方法は私たちとはだいぶ違いますからね。では、どうやってエネルギーを補給しているんですか？私たちも体に必要なエネルギーを食物の化学エネルギーから得ています。ただ私たちは全球運動網を使って体がエネルギーを必要とするときに瞬時にそれを体内に取り込んでいるのです。通常は液体状で体がそのまま吸収できる形になっていますとノートンは説明しました。液体ということはそれらは瓶などの容器に入っているんですか？まさかその容器ごと胃に送られるということですか？瓶なんていらないよ。液体は直接体内に送られるからねとスダールが笑って答えました。ゴック星人には胃や腸、肝臓、腎臓、膀胱といった器官がないんだ。体の内側は単純な空洞構造になってる。ここでも食物は高度に加工されてて消化を必要とせず体がそのまま利用できる形になってるんだ。ノートンが説明しました。私たちの体の多くの機能、例えば呼吸や消化、排泄などは外部の循環システムに委託しています。私たちの身体構造は極めて単純で、こうしたシンプルな構造は信頼性が高く、機能も優れていて、病気にかかりにくいのです。地球人が胃や腸、肝臓、腎臓、膀胱といった複雑な臓器を持っているのは、原始的で不便だと私たちは考えています。私たちはエネルギーが不足すると、全球運動網が瞬時に必要なエネルギーを体内に送り込んでくれるので、自分で食事に気を配る必要もありません。すべてコンピューターが制御して自動で行われるのです。それでは今あなたにエネルギーを送りましょう。とノートンは言い、左手を上げて耳のそばで軽く振りました。すると精巧な瓶と金属のハサミが彼のテーブルの上に現れました。その瓶はペンギンのような形で、銀白色の金属製のようでした。上部にはくちばしのような長い突起がありました。ノートンは瓶の突起部分をハサミで切り取り、私に手渡しました。私はそれを受け取り、中の液体を飲み始めました。液体はほのかに花の香りが漂い、口に含むと優しい甘みが広がります。飲みやすく感じた私は、一気に飲み干しました。直後に満腹感が広がり、瓶をテーブルに戻しました。ノートンが再び手を耳のそばで振ると、瓶とハサミは瞬時に姿を消しました。おそらく全球運動網がそれらを再び回収したのでしょう。どうして耳のそばで手を振るだけで全球運動網に物を移動させることができるのですか？耳のそばに何かスイッチでもあるのですか？と私は尋ねました。ゴック星人の脳は全球情報網と人工フィールドスキャンで連動しています。とノートンが答えました。私たちが脳内である動作を全球運動網に依頼する意思を持つと、手を振るなどの動作でそれを確認するだけで依頼が実行されます。他にもいろいろな確認方法がありますが、今私がしたような誤解が生じにくく簡単な方法が一般的です。もちろん個人の性格によって別の確認方法を使うこともできますが、頻繁に誤解が生じてもその方法にこだわる人もいます。ちなみにあなたが食事と呼ぶものを私たちは化学エネルギーの補充と呼んでいますよ。ノートンは続けて説明しました。私たちの体はエネルギーが不足すると自動的に全球運動網が化学エネルギーを瞬時に補給してくれます。同時に排泄物も取り除いてくれるので、吸収、消化、排泄といった機能は全て外部にアウトソーシングされているようなものです。これらを私たちは気にかける必要がないのです。じゃあ全球運動網がなかったら本当に生きていけないのですね。私はスダールの口調を真似て彼らをからかいました。それでは全球運動網が届かないエリア300宇宙船内じゃ食べ物は食べられないということですか？スダールも笑いながら答えました。いや、エリア300宇宙船にも運動網が搭載されてて、瞬時移動やエネルギー補給も可能だよ。それに全球運動網がない環境でも口から液体食を飲むことはできるし、歯を使って食べることも一応できる。でもゴック星人の体の内部はただの空洞で、地球人のような複雑な消化器官がないから機能は退化しているんだ。食べられるとはいえ地球人ほど器用にはできないだろうね。私はさらに質問しました。あなたたちの脳が全球情報網とつながっているなら直接脳で操作すればいいのではないですか？エリア300宇宙船であなたが仮想スクリーンを操作しているのを見ましたが、
直接脳を使えない理由があるんですか？ノートンは答えました。人間の生物コンピューター機能は外部コンピューターほど強力でも安定しているわけでもありません。エリア300宇宙船の多くの機能は直接脳で操作することが制約されています。私たちの星では脳を使って全球情報網にリクエストを送り、ほぼ自由にどこへでも行けます。しかし宇宙船のように星を離れるものは危険を伴うため、誰でも操縦できるわけではなく、許可を受けた者だけが操作できるのです。ノートンが説明を続けました。私たちに内蔵された生物コンピューターは非常に柔軟性がありますが、宇宙船の操縦には慎重さが求められるため、外部コンピューターの方が安全で適しているということです。なるほど、極星にも秩序があって合理的に行動が制御されているんですね、と私は感心しました。そしてふと思い出して尋ねました。ところでノートン、君の家族はどこにいるのですか？家族？とノートンは少し驚いた様子で答えました。ご両親や奥さん、子供は？ああ、私だけですよ、とノートンは答えました。彼のような生物学者が一人で暮らしているとは思いもよりませんでした。スダール、あなたの家族は何人いるんですか？と尋ねると、スダールも一人だよと答えました。じゃあミーリは？小さな女の子のように見えるミーリに尋ねるのは少し気が引けましたが、家族はいるの？両親や兄弟姉妹は？と聞きました。ミーリは意味ありげな表情を浮かべて、何を言ってるの？私も一人よ、と答えました。私は驚いて思わず声にしました。あなたたち3人とも家族がいないんですか？まさか全員孤児だとか？かわいそうです。スダールは私の驚きに対し、嘲笑的な口調で答えました。誰がかわいそうだって？私たちゴック星人には永遠の若さがあって死ぬこともない。だから親も兄弟姉妹も子供なんてのもいないよ。私はゴック星人が永遠の若さを保つことができるという彼の言葉に対し考え込んでしまいました。今まで見てきたゴック星の驚異的なテクノロジーを思い返すと、彼らが地球人の憧れである永遠の若さを実現している可能性は十分にありそうだと思ったのです。しかし一体どうやって彼らはその夢を叶えているのでしょうか？本当ですか？あなたたちは永遠の若さを保つことができるのですか？私はスダールに対する半信半疑の気持ちを隠せず、代わりにノートンに尋ねました。ノートンは静かにうなずき、はい、私たちは永遠の若さを保つことができます。ずっと昔にゴック星ではこの技術が実現されました。とスダールの言葉を裏付けました。ゴック星人は生まれることも死ぬこともない。だからこそ老人も子供も存在しないし、親や子供、兄弟姉妹もいない。各人が一つの家庭を持っているんだ。とスダールが説明しました。一つの家庭に一人だけ、それはちょっと寂しいですね、と私は答えました。するとミーリが微笑んで、でもペットがいるよ。私もたくさんのペットを飼ってるし、会話だってできるの。地球と違って動物と話したり交流したりできるのよ、と言いました。私の家には身の回りの世話をしてくれる2体のロボットがいます。とノートンも付け加えました。ゴック星には地球の猫や犬のような動物もいるのですね。でもどうやって動物と話すんですか？と私はさらに興味を持って尋ねました。ノートンが答えました。ゴック星にも猫や犬のような動物がたくさんいます。品種も地球のものに似ているので、おそらく地球から持ち込まれたのでしょう。私たちは自分たちの言葉を動物が理解できる言語に翻訳し、その情報を人工脳スキャンで動物の脳に送信しています。同じように動物の思考や感覚も人工脳スキャンを通じて私たちの言語に翻訳されます。これにより猫や犬といった動物とも意思疎通が可能になるのです。ただ地球人であるあなたにはこの体験がどのようなものか理解するのは難しいかもしれませんね。今のところあなたがそれを体験できるプログラムはこの星には用意されていません。想像するとしたらペットと話すのは知的な差がある相手と話すようなものですね。しかしそれが私たちと動物のコミュニケーションに支障を与えるわけではありません。とノートンが説明しました。私はさらに興味が湧き、ゴック星には夫婦やパートナー、異性のカップルなどはいるのですか？と尋ねました。スダールが答えました。いるよ。でも一般的には一緒に住むことはないね。関係は一定期間続くだけで永遠じゃない。地球のように法的に登録されることもないし。ゴック星人の生活は本当に面白いですね。皆さんの日常をもっと見てみたいし、
地球に帰ったらこの体験をみんなに話したいです。と私は感嘆しました。するとノートンが、ゼン、将来また君をここに連れてくるべきですね。と微笑んで言いました。今日は到着したばかりで少し疲れているかもしれませんね。私の家でゆっくり休んでください。はい、ぜひ。と私が答えると、じゃあ帰るね。またここで会いましょう。と言ってスダールとミーリが突然ノートンの家から消えました。おそらく全球運動網を使って瞬時に自宅へ戻ったのでしょう。極星では全球運動網を使って人や物体が突然現れたり消えたりするのはごく普通のことのようです。ドアを開けずに密閉された部屋の中でもこれができるのは地球人には驚きですが、極星人の生活はこのネットワークに大きく依存しているのです。彼らの食事や呼吸までもが運動網によって管理されています。ふと気づいて、シャワーを浴びたいのですが、バスルームはありますか？極星の皆さんもシャワーを浴びたりするのですか？とノートンに尋ねました。もちろんありますよ。案内しますね。とノートンは答えました。私はノートンについて小さな部屋に入りました。彼が手を振ると空中に仮想スクリーンが現れ、何か操作すると突然乳白色の浴槽が空中に浮かび上がりました。その乳白色は不安定に揺らめいていて、まさに仮想浴槽、人工フィールドによるものに違いありません。浴槽に入ってみると中には水が流れ続けており、仮想にしては妙に本物らしい感覚がありました。一方向から水が絶え間なく流れていて、こんなに多くの水はどこから来ているのか不思議に思いましたが、すぐに全球運動網で瞬時に水を浴槽内に移動させ、また別の場所に送り出しているのだと気づきました。水の温度は少し高めで、浴槽の中に横たわるととても快適でリラックスできました。ところが少し小便をしたくなってしまい、そのまま浴槽の中で済ませることにしました。ノートンに気づかれないだろうかと心配しつつも、気にせず用を足してしまいました。シャワーを終え浴槽から出ると、浴槽は瞬時に消えました。やはり全球運動網の技術で消されたのでしょう。ノートンの家の仮想ベッドは非常に寝心地が良く、私はぐっすりと眠りに落ちました。目を覚ますと、スダール、ミーリ、ノートンが仮想ソファーに座って談笑していました。彼らに加わろうと思った矢先、突然トイレに行きたくなり、彼らに質問しました。トイレはありますか？するとスダールが、トイレなんてないよ。極星人は排便や排尿をする必要がないからね、と答えました。ノートンが、私たちの排泄物は地球人の耳垢よりも少ない程度ですから、と付け加えました。しかし善のために場所を準備する必要がありますね。と言うと、ミーリが立ち上がり、私が用を足せる場所に案内するわ。と進んで案内を買って出てくれました。女の子にトイレまで案内されるのはかなり恥ずかしかったのですが、緊急事態だったため、私はミーリについていくことにしました。植物の中に入り、しゃがんで用を足すことができましたが、近くでミーリがこちらを見ているのに気づき、少し気まずさを感じました。ミーリは今日は派手な服を着ており、上半身には金属的な光沢のあるブラックのタイトなタンクトップを着ていました。胸は大きくはありませんが、長く突出しており、丸みがあり、魅力的に見えました。下半身には光沢のあるパープルのミニスカートを履いており、正面からは普通に見えるものの、横から見ると少し奇妙な感じがしました。彼女の服はまるで体の動きに合わせて動いているようで、どこか不自然さを感じさせました。その後、彼らの服は仮想的なものであり、実際には裸であることに気づきました。ほとんどの場合、彼らの服は全球運動網と全球情報網を通じて遠隔で作成された仮想画像に過ぎないのです。彼らの服に触れるのは、実際には裸を触れたことと同じことなのです。ただし彼らが全球運動網にリクエストして体に力場を作成してもらうと、触れても裸の感覚にはなりません。ミーリの下半身から見える繊細で白い肌はとても魅惑的で、一瞬見ただけで恥ずかしくなりました。地球の女性は露出していても重要な部分はしっかり隠していますが、極星人は露出を好むようで、局部さえもそのままにしているのです。私は心の中で彼らの大胆な姿に少し戸惑いながらも、地球では見られない感覚に圧倒されました。そんなことを考えていると、カオンがここを淫乱な星と紹介していたことを思い出しました。私自身は保守的な考えを持っているので、彼らの大胆さにはまだ少し戸惑ってしまいます。以前ヒレウナギを掘っていた時のことです。その時、
町から来た女性が小さな娘を連れて現れました。彼女たちは水路を渡りたかったのですが、ヒルや虫がいるのではないかと心配している様子でした。そして私に助けを求めてきたのです。私はまず彼女の娘を抱き上げ水路を渡しました。その後、女性も渡るために手助けを求めてきました。しかし彼女は超ミニスカートを身につけており、ピンク色の太ももが目に入った瞬間、何とも言えない気恥ずかしさが湧き上がり、なかなか行動に移せませんでした。さらに彼女は背負ってほしいと身振りで示しましたが、高く突き出た胸元が目の端に入り、どうしても躊躇してしまったのです。その女性はおそらく私が女性を抱きかかえる勇気がなく戸惑っているなどとは思っていなかったのでしょう。私がためらっているのを見て、なんと私を悪人扱いして罵ってきました。娘さんがすでに向こう岸に渡ってしまっていたため、女性は仕方なく靴を脱いで自分で水の中に入り、我慢しながら渡っていきました。その後しばらくの間、私は罪悪感を感じていました。ノートンの家に着くと、私はゴック星の人々の日常生活をもっと見てみたいので、外に出て散歩しても良いでしょうかと聞きました。ノートンは、今日は重要なゲストがたくさん来るので次の機会にしましょう。それにここでも様々なゴック星人を見ることはできますよと言いました。しばらくして本当に多くの人がノートンの家に集まり、客間が狭く感じられるほどになりました。ノートンが手を振ると仮想の壁が消えて空間が広がり、客間が一気に広くなりました。仮想の家は便利だと実感しました。私、スダール、ミーリは仮想ソファーに並んで座っていました。私は真ん中に座っていたのですが、ミーリが今日はあまりにも裸に近いセクシーな服装をしていたため、なんとなく落ち着かず距離を取るよう努めました。面白い現象も目にしました。ノートンの家には突然現れる人もいれば、最初は煙のように現れ、徐々に人間の姿に変わっていく人もいたのです。スダールにこれは何なのですかと尋ねました。スダールが説明してくれました。突然現れる人は本物の人間で、全球運動網を通じてここに来てる。煙のように現れるのは仮想人で、本物の体は来てないけれど、遠隔から全球情報網を介して皆と会話ができるんだ。彼らは全球情報網と全球運動網の3次元映像技術によって作成された仮想人だけど、見た目も会話も本物そっくりに感じられるだろう。私は半信半疑で立ち上がり、煙から人に変わっていく仮想人に近づき、そっと手で触れてみました。すると確かに空気を触っているような感覚で、実体がないことが分かりました。驚くべきゴック星人の技術に改めて感嘆しました。ノートン家に集まった人々は、容姿や顔立ちは異なるものの、身長は全員同じで、肉眼では区別がつきませんでした。彼らは会議を開いているようで、ノートンは人々の間を歩きながら司会進行をしていました。多くの人々が集まっていたため、カスタマーサポート担当のカオンが主にノートン、スダール、ミーリの会話を翻訳してくれました。私が他の見知らぬ人に目を向けると、その人の会話も翻訳されました。ノートンは地球人の身体構造について熱心に語っていました。全球情報網は非常に高度な知能を持ち、私を追跡して必要な情報を適宜提供してくれているように感じました。ふと気がつくと、会場にはゴック星の女性たちもたくさん来ていて、皆非常に若く美しい容姿をしていました。彼女たちの身長は地球の小学校の女の子ほどなのに、体つきは成熟しているので不思議な印象を受けました。私の隣に座っている美しい女性たちの仮想の服装は非常に露出度が高く、普段のミーリの服装に似ていました。上半身はタイトなタンクトップを着ており、乳房がタンクトップの一部に包まれながらも外にはっきりと突き出ています。下半身はミニスカートで、歩くと中の肌が見えるので、私はゾクゾクしました。特に横から見ると大部分が露出していて、繊細で白い肌が目立ちます。ノートンとミーリは私が少し気まずい気持ちでいることに気づいていないようでしたが、スダールだけはそれを察しているようでした。スダールが、地球の女性には美しい人もいればそうでない人もいるよな。でもゴック星の女性はみんな美しいだろうと尋ねました。私は少し考えてから、ゴック星の女性たちも確かに体が繊細で美しいですが、地球では美しさは外見だけでなく、内面や思考、性格、そして雰囲気に重点が置かれています。そういった美は
あなたたちには理解しづらいかもしれませんね。と少し高尚な風を装って答えました。するとノートンが興味深そうに、もし人の顔や体がたくさんのシミやイボで覆われていたら、その人は美しいと言えるでしょうかと反問してきました。カエルのようにあまりたくさんのシミやイボで覆われていたら、そんな人を美女とは呼ばないでしょうねと私は答えました。ノートンはそれを聞くと突然興奮した様子で、わかりました、すぐにそんな見た目の美女を招待しましょう。あなたの美女の概念を少し覆してみようと思いますと言いました。そして左手を耳に当てながら何か指示を出すと、数歩歩いた先に突然美女が現れました。その姿に私は驚きを隠せませんでした。彼女は肌の露出が多く、肌は淡いピンク色がかった薄い色合いでした。体中にピンク色の小さな斑点があり、それぞれがマッチ棒の頭ほどの大きさで均等に配置されているのが印象的です。よく見るとその斑点や小さなイボは透明で、まるでザクロの種のように見えました。その女性は一目見て非常に美しくセクシーで、全体的に独特な繊細さが感じられました。どうですか、この人は美しいでしょうとノートンが尋ねました。確かに美しいですね、認めますと私は答えました。彼女の美しさとセクシーさはまた別のタイプの繊細さによるものだと感じましたが、ここでノートンたちと議論するつもりはありませんでした。